皆さんご機嫌いかがでしょうか。本チャンネルでは数式モデリング技術の重要性と有用性を啓蒙する動画を配信しています。前の動画第9章 9-2 で解析微分値を使って根を求めるためのニュートン・ラプソン法のプログラムを公開しました。今回は本法の汎用性を高めるために微分値を数値的に計算しながら根を求めるプログラムを公開し、計算の流れを説明します。前の動画第8章 8-9 で説明したニュートン・ラプソン法は、式の根を求める際に最も使用されている求根法です。本法では反復計算により新しい根を推算するとき、関数の微分値が必要です。前の動画第9章 9-2 で微分値を解析的に計算しながら根を求める NR 法の計算プログラムを公開しました。一方、微分値は数値的に計算する方が効率的です。そうすれば毎回微分式を導出する必要がありません。しかしこれには精度的に信頼できる数値微分法が必要となります。私は前の動画第8章 8-10 で有限差分式を使う高精度数値微分法を紹介しました。本法では理論的に最適な刻み幅を推算する式を使うことで、信頼できる高精度の微分値を計算することが可能です。そこで本動画ではこの高精度数値微分法を使う NR 法のプログラムを示し、その計算の流れを説明します。また計算結果に基づき本プログラムで得られる計算値の精度を簡単に議論します。それではプログラムについて順に説明していきます。このプログラムでは収束計算に必要な数式の微分値を数値微分により計算します。理解を深めるため前の動画第8章 8-9 も視聴してください。1、2行目は本プログラムの内容の説明文です。4から6行目はヘッダーファイルの設定文です。8行目は NR 法により根を求める関数、そして9行目は微分値を数値的に計算する関数のプロトタイプ宣言文です。11行目では反復回数の打ち切り回数を設定しています。ここでは100を与えていますが、通常は30もあれば十分です。なぜならば NR 法の計算は通常10回以内で収束するからです。12行目では収束判定に用いる2個の打ち切り誤差を設定しています。これらの意味は前の動画第9章 9-2 で述べています。13行目では有限差分式のタイプを設定しています。15行目は例として用いる計算式を与えています。本式は1個の根を持ちます。詳細は前の動画第8章 8-9 を視聴してください。また16行目では微分式を与えています。この式は計算誤差を評価するためのものであり、皆さんが実際に本プログラムを利用する際には削除してください。19、20行目では3根を持つ数式を与えています。ここでは注釈文となっているので今回の計算には使われません。23から43行目はメイン関数を示します。25、26行目では本関数で使用する変数を設定します。
28行目では求める根の初期値 x0 を与えます。この値は計算で使われるため、そのままでは変えられてしまいます。後で印刷できるように29行目ではこの値を x に置き換えます。31行目では NR 法を実行します。ここでは根の初期値、相対誤差、反復回数をニュートン・ラプソンと名付けた実行関数へ渡します。また変数のアドレスが渡されるので、関数実行後に計算値をメイン関数で直接参照できます。33から37行目では計算が収束したか発散したかを表示します。反復回数 i ナンバーが打ち切り回数 i マックスよりも小さい時に収束とみなされます。39行目では初期値の表示、40行目では計算結果を表示します。45行目から68行目は根を求める関数のプログラム文です。ここではメイン関数から渡される変数のすべてをポインター変数で受けていることに注意してください。また各文の意味はここでは述べないので、前の動画第9章9の2を参照してください。47、48行目では本関数で使用する変数を設定します。50行目では初期値を再設定します。51行目では初回の反復回数と初期値を表示します。53から63行目の4文では反復回数が打ち切り回数の最大値となるまでの範囲で反復計算を行います。55行目ではディファレンシエーションと名付けた関数を実行し微分値を求めます。57行目では新しい推測値を計算します。58行目では相対誤差の絶対値 RE を求めます。60行目では RE が EPS1 すなわち10のマイナス15乗より小さいとき計算を終了します。61行目ではフラグイコール1であるとき計算を終了します。62行目では RE が10のマイナス14乗よりも小さいときフラグの値を1に変えます。その後は求めた推測値を使ってもう一回計算を実行し、61行目の文で計算を終了します。64から66行目では収束しない場合に反復回数が1つ多くなりますので、これを修正します。70から123行目は微分値を数値的に計算する関数です。72から75行目では本関数で使用する変数を設定します。78行目では微分点での関数値の絶対値を計算します。この行は必ずしも必要ありません。79行目では理論的に最適な刻み幅を計算します。82から86行目では n の値に応じた有限差分式中の値を求めます。88から116行目のスイッチケース文では n の値に応じて有限差分式中の係数を配列 A に設定します。ここでは n イコール4に設定しているので、係数4の値が割り当てられます。
118行目から120行目では82行目から86行目で計算した値と n に応じて設定された係数を使って有限差分式中の値を計算します。122行目ではこれまでに求めた値を使って微分値を計算します。ここで dy はポインター変数なので、計算した微分値はメイン関数で設定した dy に対して割り当てられたアドレスに格納されます。以上で説明したプログラムを使って計算した結果を説明します。計算にはここに示す式を使いました。その外形は右の図の通りです。本式は1個の根を持ちます。その値は 0.887915 です。初期値を x0 イコール 1.5 として NR 法を適用しました。計算結果は次のようになりました。ここでは反復回数 i ナンバーごとに計算値を示しています。1行目は根の推算値 x と相対誤差レラティブエラーです。2行目は関数の絶対値 absfx とその解で使用された刻み幅 h です。3行目は微分値の数値計算値 dy と厳密値 exact です。計算は9回の反復で収束しています。相対誤差が10のマイナス16乗のオーダーなので、収束値 x において表示された数値のほとんどが正しいと考えられます。次に数値微分値の精度について議論します。関数値の絶対値は反復計算により次第に小さくなっていき、ほぼ0、すなわち10のマイナス16乗のオーダーになったとき収束が完了しています。各反復計算における数値微分値 dy と微分式による計算値 exact を比較してください。数値微分値は関数値が初期値 1.5 である最初からほぼ0となる最後まで厳密値と十分に一致しています。これより n イコール4の有限差分式により計算した微分値の精度が高いことがわかります。これはまた前の動画で提案した刻み幅の式によれば広い範囲の x に対して十分な精度の値を推算できることを示しています。ニュートン・ラプソン法で使用する微分値の精度はできるだけ高い方が良いことは言うまでもありません。しかし微分値の精度は計算が収束することに直接関係しません。計算値の精度が数桁あれば計算は多くの場合うまく収束するでしょう。ただし精度が低い分だけ新しい推測値は根から離れたところに与えられるので反復回数は多くなります。計算が収束するかどうかは根の初期値に強く影響されます。関数が複雑であれば初期値を根の近くに設定しても次の推測値は根から離れたところに見出され結局収束しなくなります。これは多変数関数であるとき大きな問題になります。後の動画で NR 法よりも
収束性が高く X の広い範囲にわたって収束速度が大きな球根法を紹介しますのでご期待ください。本日のお話はこれで終わりです。いつもご視聴いただきありがとうございます。わからなかったら遠慮なく質問してください。チャンネル登録をお願いします。また、多くの人に視聴していただくため、できればいいねボタンも押してください。それでは次回の動画まで。ごきげんよう。